どうも皆さんこんにちは。前回の動画でこちら LX100M2 買いましたっていう話をしたんですけれども、ご覧いただきましたでしょうか。これ買ってからそろそろ2、3週間経つんですよ。なので今日はねちょっとその簡単なレビュー、レビューとまでいかないですけど、使用しての感想とかを話していこうと思います。でこのね私の手の状況なんですけれども、前回の動画の時よりもねなんか見た目が大げさな感じになっちゃってますよね。これね前回の動画の時点ではレントゲンを撮ってて、問題何もないですっていうことだったんですけど、その後ね10日間ぐらい過ぎても全然ね痛みが引かなかったんですよ。なので MRI を取りに行ってきたら、その MRI で骨折してるっていうことが分かって、もうねずっとこんな感じで固定しておかなきゃいけなくなりました。というわけでしばらくはこの片手で扱える、小さいカメラが私のメイン機になりそうです。まずしばらく使っての大まかな感想なんですけど、思ってた以上に気に入りました。こんなに小さいのに本当よくやるなっていう感じです。まず一番気に入ったのがこのね操作桿です。こんなに小さなコンデジなのにここら辺に操作ダイヤルが配置されてて、私が普段ストリート撮影に使っているカメラとよく似てるんですよ。なのでほとんど違和感なく使い始めることができました。まずこれねシャッタースピード調整ダイヤルで露出補正ダイヤル、それからレンズに絞りリングがあって、このダイヤルを回した時のクリック感も緩すぎず硬すぎずいい感じです。で私が気に入ってる機能の一つがこれズームのステップ切り替えです。ズームのステップ切り替えって何っていう方、このズームレバーを触った時にこういう電子制御のズームの場合無段階にズームしていくじゃないですか。それがこのステップ切り替え機能を設定すると、1回レバーを触るごとに 28mm、35mm、50mm、70mm、75mm って段階的にズームを切り替えてくれるんですよ。ズームレンズって単純にね遠くにあるものを大きく映したいからズームするっていう場合と、単焦点レンズを付け替えるっていうような意味合いでズームするっていう場合とね2通りありますよね。私の場合この後者の意味合いでズームを使うことがほとんどなので、このステップ切り替え機能すごく便利です。それからレンズ1メモリー機能っていうのも便利です。電源切る前に 50mm に設定してあったとするじゃないですか。そしたら次に電源入れた時ももう自動的に 50mmに設定されるっていうね、そういう機能です。さっきのステップ切り替え機能と合わせて使うと本当に単焦点レンズを使っているような感覚でこのカメラを使うことができます。それからマクロ設定に切り替えるとかなり被写体に近寄れます。これねマクロ設定使わないと最短撮影距離50センチって書いてあって、それだけ聞くとね最近のカメラなのに最短撮影距離50センチと思ってちょっとびっくりしちゃうんですけど、このスイッチを切り替えて使うと最短撮影距離3センチ、これは 24mm 側ワイド側での最短撮影距離が3センチということで、テレ側 75mm のところでは最短撮影距離が30センチとのことです。これ 24mm 側で撮ってみたんですけどかなり近くで撮れます。それからそんなにね多くの方が必要としている機能ではないとは思うんですけど、多重露出機能、これがね結構ガチで使えるっていうのがねいいなと思いました。例えば私が持っている富士フィルム XT3 の場合、多重露出ねできるのはできるんですけど2枚までしか重ねられないんですよ。でさらにロー保存ができなくて JPEG 保存だけです。でこの機材の場合はというと4レイヤーまで重ねることができて、さらに JPEG だけでなくてロー保存もできます。普段写真撮って歩いてる時にたまにここで多重露光したら面白そうだなっていう場面があるんですよ。そういう時にねこういうガチで使える多重露光機能があると便利です。ちょっと前に夜の写真を撮り歩いてる時にここ多重露光をやってみようって思うシーンがあったので撮ってみたんですけど、これね結構気に入ったのでプリントして部屋に置いてます。これは MAX の4レイヤー重ねました。これ撮ってすぐに出先で編集してみたいと思ってパソコンではなくて JPEG を iPhone に転送して iPhone 上で編集したものです。
JPEG からの編集なのでちょっとデジタル画面で見ると解像度とか落ちてる感じが見られるんですけど、これプリントしてみたらその解像感が落ちてるっていうのも気にならなくて、なんならこの解像感が落ちて少しのぺっとした感じがプリント上では写真ではなくて絵画とかイラストとかみたいに見えたりもするっていうことで、これはこれで面白いなっていうふうに思いました。他のカメラだとこういうね多重露光機能を省略しちゃってるものも多い中、これねつけてくれてるっていうのが結構嬉しいです。で、今からはもうちょっとこうだったらよかったのになと思った点について話していきます。まず1つ目、これはね前回もちらっと言ったんですけど、防塵防滴だったらもっと良かったのになっていうふうに思ってます。毎回こうレンズがね出たり引いたりしているのを見ていると、そこにレンズの中にホコリが入っていっちゃうんじゃないかなっていうふうに思ったりとか、それから雨の日にね撮影している時に水滴が乗ったりとかすると中に水が入っちゃうとかね、ちょっと心配になっちゃうので、これはね防塵防滴の方がいいなと思います。それから電源オンにする時の起動スピード、これがねもうちょっと速い方がいいなと思います。そんなにスピードが遅いってわけではないんですけど、ストリート写真撮ってるとたまに今この瞬間を撮りたいっていう時があるんですよ。で、そこから電源オンにしてスタンバイになるのを待っていると、もうそのタイミングね逃しちゃうっていうことがあるので、なるべく起動スピード速い方が嬉しいです。それからマニュアルフォーカスを使うときに距離表示が出ないんですよ。これ距離表示があった方が目安がつけやすいので、あったらよかったのになっていうふうに思いました。今のところこうだったらよかったのになと思ったのはこの辺です。それから画質っていうよりも、絵作りかな。絵作りに関して言うと、ストリート写真を撮ってる私からすると、全く文句はないです。私はいつもローを使っていて JPEG 取って出しで使うっていうことほとんどないんですけど、このカメラの JPEG 見た印象としてはすごくね素直で癖がないっていう感じがしました。私もちょこちょこ他のメーカーのカメラ使ってるんですけど、このカメラは本当にねいい意味で個性をあんまり感じないです。逆に言うとあんまり個性を前面に出してこないのがこのカメラの特徴かなっていうふうにも思いました。なので万人受けする JPEG なんじゃないかなっていうふうにも思います。それからねこの外観のデザインなんですけども、これもねかっこいいなと思って気に入ってます。この、さっき言ったダイヤルの配置とかもねレトロな感じですし、あとねこのデザインだからなのか、これね私、普段このサイズのカメラであればこっち側に、ハンドストラップつけてポケットに入れるっていう持ち方が普通なんですけど、これの機材の場合はちょっとね首からぶら下げたくなるデザインっていうことで、普段ね、1日持ち歩く場合はネックストラップで 2,3 時間持ち歩く日であればハンドストラップっていう風にね付け替えて使ってます。使ってるネックストラップはピークデザインのネックストラップです。これね長さが調節できて脱着も簡単です。実は私好み的にはもっとねストラップ部分が柔らかい素材のシンプルなものの方が好きなんですけど、たまたまちょっと前にこれ衝動買いして使ってなかったので、今回このカメラで使ってみることにしました。でハンドストラップは Amazon で買った安いものです。これがねほんの1000円程度だったのに結構優秀で気に入ってます。まずこのストラップ部分が柔らかくてゴワゴワしない。でカメラへの脱着はピークデザインのアンカーリンクス風ですよ。ストラップの内側に滑り止めがついていて、このアジャスターを調節することによってストラップの腕からの抜け落ちを防止できます。このデザインね明らかにピークデザインを意識してますよね。というわけで今日は以上です。このカメラで撮った写真インスタグラムの方にアップしてあるので、よかったらそちらも見てみてください。それからインスタグラムストーリーズの方にもね写真アップすることがあるので、そちらもチェックしてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。